3日前のことなんですけども、深夜2時過ぎにある人から電話がかかってきまして、そんなんじゃダメだよと、 YouTube とっととやめた方がいいよと、そういうふうに言われました。ちょっと電話の音声録音したので聞いてください。洋平さんに良くないのは、もう一つ先を考える、その考える努力をしないから。一発目はこれだったら、とっとと消した方がいい。Get on up, that get on down. Get on the, get on the, get on the. Get on up, that get on down. Down, 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 down. Get on up, that get on down. Get on the, get on the, get on down. Get on up, that get on down. Get on up, that get on down.こんにちは、ホームレスの洋平です。電話の相手は菅陽介シェフという世界的に有名なシェフなんですけども、僕はそのシェフと菅旅というプロジェクトで関わってまして、それは菅陽介さんが日本全国の食材を探しに旅をするんですけども、その時に生産者と会って、その食材の背景を聞いて知って、でそれを東京のラボに持ち帰って、そこで料理して陽介さんが提供するっていう、プロジェクトがあって、それに僕はカメラマンとして参加してるんですけども、電話をもらった内容っていうのが今回の動画なんですけども、世界の第一線で活躍している人の話、なかなか聞けることってないと思うので、ぜひ若い人に見ていただきたいです。で、今日はその音声動画なんですけども、文字起こしあった方がいいっていう人は字幕使ってください。日本語と英語両方とも下に、字幕文字起こしが出るようになってるので、いつもね、ジョセフィンっていう子が翻訳のサポートしてくれてるんですけども、ありがとう。英語をちょっと反映するまでに時間かかると思うんですけども、よかったら少し時間を置いてご覧ください。だけどその一発目はこれだったら、とっとと消した方がいい。つまんないかもこいつの動画って思わせる前に。やっぱりそこ食材だけ追求してない。旅と食材は強いから。そうですね。こいつがやってること面白いし、はい。もしかしたら世の中のためになってるのかもって思わせた方がいいから、はい。今の世の中だけど生産者さんフューチャーするとか、はい。で俺は発信できないじゃん。そんなツールがないから、洋平さんと組まない限りは。だけど発信していこうと思うんだったら、やっぱり誰かの知らのためになってるっていうのが一番強いから、はい、だから日本のためになってるとか、生産者さんのためになってるとか、はい、はい、もったいない。はい。そう。みんなさ、俺たちが思ってる以上にすごい感謝してくれてるわけよ。世の中、田舎で発信できない人たちはさ、はい。スガラブが使ってるみたいなだけで。はい。だから、関金わさびだっていいし、はい。なんかそうしてあげたらいいと思うよ。はい。空きってあんまりないですか？キャンセルとかってないですか？全然。キャンセルだらけ。空いてるんですか？空いてる。行きたいです。高い。スポンサーつるといで。はい。スポンサーつるといで。またただ飯。いや、ただの言う高いもない。洋介さんの構想を聞かせてください。僕にできることを。構想なんかないけどさ。だって洋平ちになって金がないと動かない。いや、その方で僕にちょっとでもできることがあれば教えてください。ぜひ。洋平ちんと俺だけじゃダメだな。何が必要ですか？何が必要？いや、やっぱりもう一個強い構成力が必要だよね。ああ、構成力。いや、要するに、メディアが。いや、インパクト与えたいんだったらね。インスタで綺麗だねって思わせてるだけじゃないものにするならさ。そうね。まあでも今の世の中、洋平さんが勝ちだよ。そうでしょ。固定費ゼロ。
いやでも仕事もう4月5月本当にキャンセルになってて全部。まああと数ヶ月耐えられないと。俺は余裕だよ。さすがです。いやいや、そう思ってるよ。じゃあちょっと空いた席埋めに行ってもいいですか？いやいや、なんか交換条件提示されないと無理じゃない。僕が洋介さんに提示できる条件なんてないんですけども。そうか、だから、はい、洋平さんに良くないのは、はい、本当良くないのは、はい、もう一つ先を考える、はい、その考える努力をしないから。そうでしょ？はい。いや、本当はそれができるのに、はい。もういつも思うけど、あと一歩が足んないんだって。そこが一流の差だって。はい。だから、あと一歩やってくれないと。頑張ります。でも世の中多いから、はい。そんな大してかっこいいことやってるやついねえから、はい。まだまだチャンスはあるけどさ、だ今やんなきゃダメよ。経営者ホームレス。さ、はい。YouTube やるんだって。あ、個人でですか？個人でその企画で、はい。もう当然事務所から OK もらって、はい。そうなんだけど、だからあれ人がやってないかな、やってなかったかなっていうのを、はい。それは考えた方がいい。幼稚に考える努力しないから。考える努力しないで生きていけてるから。いや、ちょっとすごいいいヒントもらいました。そうだから、いくらでもあると思うよ。はい。だからとりあえず今は訪問できないから、はい。地方に、はい、コロナ問題で。うん。だから、今までのところの集まってきてる映像だったり、その写真をさ、はい、駆使して、こんな素敵なところがあるのの総集編を短くていいからさ、はい、YouTube ってどれぐらいじゃないとダメとかあるの？いや、ないです。そしたら短くて、まあだからコントみたいな感じで、はい、ぐらいの短さで、はい、なんかこうずっと見ちゃうみたいなさ。いや、長いのワンストーリー作ろうと思うから、はい、大変じゃん。続かねえじゃん。だから村上をデジタルホームレスの、はい、今の俺の話めんどくさくて聞いてる？いやめっちゃためめっちゃためになってます。聞きたいです。そしたら、はい、デジタルホームレスの1分クッキングでもいいし、で今日はこんなの作りたいと思います。はい、だって今ほらだからさっきも言ったようにコロナでみんな家で何作ろうなんて時代なわけだから、はい、学生も含めてもみんな学校も行けない、でもお腹空いてる、外でご飯食べたくない、はい、お金もない、なわけだから、はい、何作ろうみたいな感じだから、はい、だから今日はこれとこれとこれと集めました。でさすがに今まで言ったところのその食材は使えないけど、実はトマトだったらここのが美味しかったです。あ、なるほど。それいいですね。だってさ、嘘になっちゃうからさ、全部毎回取り寄せてんだから嘘だこいつってなっちゃうから。そうですね。本当はそれが使いたいけど、今はこういう状況なので、これで使うけど、実はこのトマトにはこんなところがあったな。で、その映像ピュピュッと流す。で、今日はじゃあ、鶏をトマトで煮込みたいと思います。鶏だったら大作さんって長渕好きがいたなってって流れてくるとかさ。はい。でもそれはどうやって他の食材だって作れるじゃん。はい。映像。はい。こっからミル貝、来週再来週ぐらいから時期だから、京都のミル貝、朝作りますよ、いいし。はい。で、今ハマグリが美味しいから、はい。じゃあハマグリ焼いて食べよう。だったらそれでじゃあこんな日本酒が合うんだろうな、今日は飲めないけど
この日本酒飲みたいなって言ってると日本酒行った時の中に出てくるとかさ、そんなんじゃないの。いやー、すげえ面白いです、それ。ありがとうございます。ね。はい。そんな感じ。デジャブホームレス。今日、コロナ対策でさ、はい。どうやって予約セーブしようかとか。して終わって帰ってきてご飯食べて、今から YouTube でも見ようかなと思って、はい。洋平さんのやつが出てきたから、俺見てるから、洋平さんのやつが、あなたのおすすめに出てくるじゃん。ありがとうございます。登録してくれるんですよ。見たときに、はい。なんだこれ、ただ、自分が玉ねぎを切る技術を見せ、で、パスタ作って、普通なパスタ作って、で、食べて、そのまま戻ってっちゃったから、はい。なんだこのオチのない動画はと思って。俺の価値も下がんじゃないか、これの動画なっちゃうから。だから、こうやってお叱りを受けたっていうのも今度開けつつ、はい。今これ録音してます。で、上げつつ、はい。ちょっと、もうちょっと皆様に響くような、で、今までお世話になった、生産者の方々に還元できるような、はい、もうちょっと、実のある動画を、していこうと思いますという。はい。そんな感じ。ありがとうございます。うん、じゃあ、楽しみに、次の動画だから毎週上げなきゃダメよ。これ毎日上げてます。毎日上げてます。今、はい、まだ3日目ですけど。じゃあ他のも見て。いや、他のもしょうもないんで、ちょっと1週間後ぐらいから見始めてください。ダメ出し食らったとこから始めないと。だからいいんじゃない？このダメ出しからの下りからどうパワーアップしていく自分があるかでいいんじゃない？はい。ありがとうございます、本当に。洋介さんもハードだと思うんで、体調気をつけてください、本当に。もちろん。また一緒に旅に行けること楽しみにしてます。日本の食のために頑張りましょう。はい。ありがとうございます。はい。おやすみなさい。おやすみなさい。ということでですね、今後は、パスタ作るのにも安易な、パスタを作るのではなく、より食材にフォーカスした、お料理作っていきたいと思ってます。1000件ぐらい行きましたかね。3年4年ほぼ毎月いろんな県に洋介さんと一緒に回って他のシェフなんかともそういうプロジェクト動いてたりもして結構な生産者さん回らせてもらったのでそういった日本の素晴らしい食材っていうのを紹介しつつ、ご家庭でもできるような簡単なレシピっていうのを紹介していきたいなと。それからですね僕の今チャンネル登録者数が53,000人なんですけども登録していただいている方本当にありがとうございます。感謝してます。でめちゃめちゃ感謝はしてるんですけどもその5万人っていう数は世の中にインパクトを与えられるかって言ったら生産者の方たちを救えるかといったら、ちょっと少ないと思うんですよね。なので登録者数の多い YouTuber の方で料理チャンネル持ってる方なんかはですねぜひもし僕の声が届いたら連絡ください。一流のレストランで使われてる、一流の食材を作ってる生産者さん、ご紹介します。でそういったものをどんどん使っていただいて日本の素晴らしいプロダクトをですね日本全国に世界に発信していただけたらなと思ってます。僕の名前別にコラボとかだったら正直嬉しいですけど僕の名前別に出さなくてもいいんで、そういうリストちょっと作ってみようと思うので連絡ください。連絡はインスタの DM が一番嬉しいですかね。それが一番見やすいのでそれか YouTube のコメント欄それでもいいな YouTube のコメント欄に全部目通してますんでコメント欄はいお願いします。であともう一つ僕は個人的にすごく思ってることがあって例えば今回もですねこのお話いただいたのが3日前でこの3日間仲いい生産者さんたちと連絡取り合っていくつかの食材じゃあ送るよって言って送ってもらってるんですね。ただそれには運送業者の方の力って絶対に必要でここまで届けてもらわないといけないので今ね人手が多分足りないと思うんですよ。運送業の方もそういう人たちに負担かけるんじゃないかっていう声もあるかもしれないんですけども僕が実践してることの一つにあんまり買い物とかっていけないじゃないですか今。
なのでネットで注文する人って多いと思うんですけども、その時に Amazon とかだと到着日、とか、時間とか指定できるじゃないですか。あれをなるべくまとめて同じ日の同じ時間帯に指定する。そうすることで運送業者の方ってだいぶ楽になると思うんですよね。さっきもですね電話かかってきて、実は京都にすごい美味しい野菜作ってる、青木農園さんっていうところがあって、そこも野菜を送ってくれるよっていう話だったんですけど、さっき電話が大和じゃなくて佐川急便から電話がかかってきて、実は今日の午前中にお届けする予定だったんですけども、まだ京都に荷物がありますと。で今日の夕方には届けられると思うのですがご了承いただけますかっていう電話がかかってきたんですけども、もちろん全然こんな状況なのでそんなの全然大丈夫です。ただ僕たちができることとして配送日配送時間をまとめるっていうのはすごく助かるんじゃないかなって思うんですよね、配送業者さん。だから佐川さん、大和さん、性能運輸さん、いつもありがとうございます。すごく助かってます。あまり外出、しなくていいのはあなたたちのおかげです。本当にありがとうございます。今ね、何をするのが正しいのか、どういう判断が正しいのかって誰にも、言えないと思うんですよ。数ヶ月後に判断が正しかった、行動が間違ってたっていうのがようやく分かるのが今のこの状況だと思ってて、ただですね、陽介さんにも一歩先を見る能力が足りない考えろと言われたので、僕なりに一歩先の未来を考えながら、どういうふうにするのが自分にとっても自分の周りの人にとっても社会にとってもいいのかっていうのを考えてみようと思います。こんなこと言ったら不謹慎かもしれないんですけども、こういう状況にならなかったら、考えてなかったこともたくさんあるので、逆にですね、今の状況を利用して僕にできることを頑張ってみようと思います。陽介さん、ありがとうございました。また。Get on up, Dr. Get on down.赤でも止まらない。失格してたらわからないの。受かればどうにかなるようになる。ノリでもいい。